どうも、ゆっくりレ夢ムです。酔っ払いマリサちゃんだぜー。明けまして、おめでとうございます。マリサ、飲みすぎじゃないの？お正月はお酒を飲む日なのぜー。途中で寝たりしないでよね。全然大丈夫だぜー。新年だから、今年の抱負や目標を話す動画なのよ。わかっているのぜー。酔っ払ってるから、語尾のぜが増えちゃってるわよ。それは、ダメなのぜー。また、コメントで指摘されちゃうわよ。え？チャンネル登録解除されちゃうわよ。それは困るのぜじゃなくって、困るぞ。少しはマシになったかしら？お水も飲んだから大丈夫だ。じゃあ、マリサの今年の目標を教えてほしいわ。今年こそは、オイスターパーペチュアルのラッカー系を購入するんだ。その目標は叶えたいわね。廃盤の可能性もあるから、早いうちに購入したいな。ちょっと、焦っちゃうわね。心配でしょうがないぜ。もし廃盤になったら、痛いじゃない。出る前に負けること考えるバカいるかよ。酔っ払って、猪木のモノマネしてるんじゃないわよ。てめえらの力で、勝ち取ってみろこの野郎。完全な酔っ払いをやじかしてるわよ。早く、お水を飲んで。もう、大丈夫だ。酔っ払いの大丈夫ほど、当てにならないものはないわよ。レ夢ムは、今年の目標は考えたのか？私は、今年こそイケメンゲットするわよ。レ夢ムはそればかりだな。それと、今年中にチャンネル登録者1000名達成したいわ。それは、絶対に達成したい目標だな。最初は考えていなかったけど、500人達成したから、目標にしてみたくなったわね。じゃあ、希望モデルの購入と、チャンネル登録者様1000名を目指すのぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたしました。チャンネル登録がまだのご視聴者様は、お年玉代わりに、チャンネル登録していただけたら嬉しいのぜ。それは、ちょっとずうずうしくないかしら？お正月だから無礼講なんだぜ。今年もよろしくお願いいたします。この後、マリサのくだまきが始まります。気分を害する場合もございますので、聞きたくない人は、チャンネル変更することをお勧めします。ここからは自己責任でご視聴ください。なんとか、終わったわね。終わったら、お酒が回ってきたのぜー。ほんと、お正月からヒヤヒヤさせられたわ。マリサ、それはお水じゃなくて日本酒よ。ここからは、無礼講なのぜー。カメラの前じゃないから、好きにしていいわよ。ロレックスってさ。何？時計はほんと素晴らしいと思うんだけど、それにあぐらをかいてないか？いきなり、ぶっこんできたわね。正規店の販売員さんも素晴らしい方はたくさんいるぞ。でも、明らかに数百万円の時計を売っている自覚がない販売スタッフさんもいると思うぜ。販売員さんも大変な仕事なのよ。それは理解しているぞ。毎日デートなありますか？って聞かれてたら、うんざりしてくるだろうし、またかって思ってしまうよな。体調のいい日ばかりじゃないしね。販売員さんからしたら、大勢のうちの一人かもしれないけど、こちらからしたら、応対してくれた販売員さんが全てだぞ。それは、そうね。販売員さんは記憶に残らなくても、お客さんは忘れないぞ。塩対応されたら忘れないわよね。そうだぞ。販売員さんは、話したことすら覚えてないだろうけどな。お客さんによっては、販売員さんの年収よりも高いモデルを、探して店舗に訪れているお客さんもいるんだぜ。デイトなどの高級モデルも多いもんね。そんな高級腕時計を販売するブランドとしては、社員教育が足りてないと感じるお客さんは多いと思うぞ。厳しい意見ね。高級人気レストランで、味だけが素晴らしいはないと思うな。サービスも雰囲気も素晴らしいわね。低価格でもサービスが素晴らしい店はたくさんあるな。美味しくて、サービスが良いお店は満足度が高いわね。料理の食材や設備は資金力でどうにもならないけど、人材に関しては教育次第だと思ってるんだ。どういうこと？向き不向きはあるけど、接客は教育で育つと思ってるぜ。スタートラインは一緒よね。コンビニでも素敵な笑顔の学生アルバイトさんもいるだろ？うちの近くのコンビニ店員さんも笑顔が素敵だわ。高級モデルのロレックス1本販売するだけで、街の定食屋さんの1ヶ月分の売り上げより高いかもしれないぞ。1000万円以上のモデルもあるもんね。その自覚を忘れてしまった販売員さんもいると感じるぜ。初心を忘れてしまったのかしら？だと思うぞ。初勤務の時は、緊張してドキドキしたと思うし、高額時計が売れた時のお会計金額には、びっくりしたはずだし、接客応対も慎重になったと思うぜ。日常からしたら、
おとぎ話の話みたいよね。素人だって、最高の接客をしなきゃ。って思うだろ？金額が金額だからね。だから、その意識が薄れてしまっていると思うんだ。だから、教育が足りてないと思うのね。意識づけも教育だと思ってるからな。教育だと思うわ。話して、すっきりしたのかしら？やっと、エンジンがかかってきたのでお正月だから、吐き出しちゃいなさいよ。新購入制限にも言いたいことあるぞ。例えば？転売対策というけど、一番困るのは、転売ヤーじゃなくお客さんじゃないか？どうして、そう思うの？転売対策として中途半端だし、本気で転売ヤーを、撲滅する気もないと思うぜ。霊夢は、転売ヤーがいなくなる条件は何だと思う？転売益が出なくなったらいなくなると思うわ。そうだな。需要と供給のバランスが取れた時だな。それって、人気が落ちたということ？霊夢は、バンドワゴン効果って、聞いたことあるか？聞いたかわからないけど、意味は知らないわ。他人が購入するものを、自分も欲しいと思う心理効果のことだ。行列ができていると、並びたくなる感じかしら？それも、バンドワゴン効果だ。多くの人が支持しているものに対して、より多くの支持が集まる現象なんだ。それって、ロレックスのことじゃない？もちろん、ロレックスが素晴らしいから起きてる現象だ。ロレックスの企業努力ね。だけど、良いものが必ずしも売れるとは限らないよな。そういうことの方が多いんじゃない？ロレックスの SS デイトナにしても、定価がブランドの考える、適正価格だし、定価よりもコスパがいいから人気なんだ。プレミアがついているもんね。並行店で500万円でも買う人がいるぐらいだ。すごいわよね。それって、純粋に時計の価値だけで購入しているのかな？どういうこと？全く同じ見た目と性能で、ロレックスのマークがなかったら ?500 万円出して購入するかな？それは、購入しないと思うわ。そうだろ？ハロー効果という心理現象なんだ。ハロー効果？ハローとは、五行を指す言葉で、その人や商品そのものではなく、その後ろにある権威性により行動してしまう心理だな。この場合は、ロレックスというブランドの権威性ね。性能的には、200万円の価値があったとしても、200万円でもデイトナほどは売れないはずだぜ。実際に、500万円出せば去年までは、正規店で追いフレデイトナが購入できた価格だ。言われてみたらそうね。他のブランドの500万円の時計の方が性能も素材も、運上を除けば、SS デイトナよりも良いはずだな。そう聞くと、SS デイトナは本当にすごい腕時計ね。みんなの憧れ的、腕時計だからな。デイトナは王様ね。それと、ロレックスのブランド力の凄さだ。ロレックスはすごいわね。だけど、転売ヤーがいない状態になったらどうだ？いつでも正規店で購入できる状態で人気は維持できるかな？いつでも購入できたら、プレミア価格にはならないわね。希少性の原理という心理効果だぜ。これも、心理現象なの？希少性の原理とは、欲しい量に比べて流通している量が少ないと感じた時に、商品やサービスそのものの価値を、より高く感じる心理的な現象のことなんだ。まさに、今のロレックスの状況がそうなのね。マーケティングと心理学は切り離せない関係だぜ。需要と供給のバランスが正常になると人気も冷めるのね。その危険性もあるから、撲滅までは望んでないと思うぞ。ロレックスも企業として売り上げは無視できないわよね。今回の新制限ルールも、雑誌で報道された、組織化された転売事件の影響が少なからずあると思うぜ。あの記事は衝撃的だったわね。ロレックスを購入したい人たちは、ある程度の年齢層だ。若い時にはお金に余裕もない人が多いわよね。ある程度、記事にあった内容は想像できる内容だぜ。店ぐるみじゃなくても、友達が来店したら優遇するぐらいは、普通にあることなんじゃないかな？ロボットと違って、感情があるもんね。外傷が優先されるのだって理解できるしな。商売だもんね。すべてが平等じゃないことぐらい理解してる世代が多いぜ。そうよね。だから、記事にされたり、お客さんに見られたりするなって、言いたいんだよな。そっちに怒ってるのね。それらしきを目撃したって話もあったわね。一人が見ただけってないと思うんだよな。過去にも目撃した人はいると思うし、日本ロレックスに通報した人もいると思うぞ。記事だけじゃないのね。日本ロレックスも、店舗での転売は把握してたと思うぞ。過去にも同じような事件があったのよね。ネットで検索したら見つかるぞ。今回は、週刊誌で報道されちゃったからね。日本ロレックスも見過ごせなかったんじゃないかな？そうかもしれないわね。ただ、お客さんも内心を持っていたのと、現実に起きてたのと、分かった後では心理的に信頼度が違ってくるよな。正規店に対する信頼度が下がったお客さんもいそうね。そんな気持ちで購入時に身分証明書のコピーを渡すのは、
不安に感じるお客さんも少なからずいると思うぞ。いるでしょうね。特有事件がこれだけ騒がれている状況だぞ。犯罪グループからしたら、喉から手が出るほどの情報だろ？高級腕時計を購入する顧客情報だもんね。でも、情報管理はしっかりしてるんでしょ？万全にしているとは思うけど、人が行うことだからな。管理体制で言えば、UFJ 銀行の貸金庫事件の方が、厳重に管理されてたんじゃないのかな？銀行すら信用できないのよね。それが転売していたかもしれないと思ったら不安だろ？万が一にでも強盗に入られたら怖いわよね。時計と家族の危険は比べるまでもないからな。間違いないわね。それと、全モデルが制限も問題あると思うぜ。それは、みんなが買えるようになるからいいんじゃないの？実際、8割以上の購入者は、年1本でも十分じゃないか？なら、困るのは転売ヤーだけじゃないの？ヘビーユーザーは、絶対大切にしないとダメだと思うぞ。そうなの？以前に何かで、いきなりステーキの記事を読んだんだ。一時は、すごいブームだったわよね。マイレージカードというサービス特典があったんだけど、そのシステムが常連さんに大人気だったんだよな。マリサも持ってたわよね。食べた肉の量がポイントされていって、ランクが上がるんだ。食べるほどポイントが溜まって楽しいのね。アプリで順位なんかも見れたんだけど、上位のランカーさんは凄まじかったのを覚えてるぜ。いきなりステーキとロレックスに関係があるの？マイレージカードだけが原因じゃないと思うけど、解約したことで、常連さんが一気に離れたのも、不振に陥った原因と言われているんだ。常連さんのパワーがすごかったのね。ロレックスのヘビーユーザーは富裕層だよな。年間何本も購入できる人は富裕層よね。購入した翌日からマラソン再開する人もいるらしいぞ。ロレックス愛が溢れてるわね。大切にしないとダメじゃないか？そうね。そういうヘビーユーザーさんたちの売り上げはバカにできないぞ。高いモデルを購入してそうよね。強制的にマラソンできなくなるルールはダメだろ？他のブランドに目がいっちゃうかもしれないわね。怖いのは、そういうコミュニティで、このブランドが良いぞ、なんて噂が流れたら、ヘビーユーザーさんが、流出してしまうかもしれないぞ。今は SNS で情報の広がりも早いわよね。ブランドの YouTube チャンネル紹介動画を出したけど、リシャールミルは、登録者が111万人になってるぞ。なんか増えすぎじゃない？理由はわからないけど、1日1万人ぐらい増えてる計算だな。なんか異常なぐらいね。リシャールミルは価格帯が違うから影響ないと思うけど、同価格帯で同じぐらい勢いのあるブランドが現れたら、脅威になるかもしれないぜ。バンドワゴン効果ね。そう、それに。ヘビーユーザーさんは、ボランティアのエキストラなんだ。何のためのエキストラ？並んでくれることで、バンドワゴン効果があるだろ。確かにそうね。ウィンザー効果というのもあるんだぞ。また、心理学ね。ウィンザー効果とは、その商品、サービスと利害関係がない人の意見を信用してしまう心理効果のことなんだ。例えば？そうだな。グルメサイトの紹介記事より、口コミの方が信用できないか？あ、それはわかるわ。広告より信頼できる気がするわよ。一般の口コミを書いている人は利害関係がないからな。好きなチャンネルでも、案件動画はつまらないのと同じね。言いにくいけど、雰囲気で伝わってくるよな。ヘビーユーザーさんの大切さはわかったわ。結構、ぶっちゃけトークしたんじゃない？販売店の責任じゃないけど、販売方法にも問題があるぜ。まだ、終わらないのね。認定中古の価格設定を見ると、二次流通の価格をすごくしっかりリサーチされていると感じるんだ。並行店価格より少し高いぐらいになってたわよね。プレミアモデルに関しても、しっかり調査されているよな。それはそうでしょうね。例えば、文字盤交換が可能なモデルでも、人気の文字盤は交換不可だったり、不可になったりするな。人気の文字盤は数が少ないんじゃないの？もちろん、それもあると思うけど、1世代前のデートな、116500LN はリファレンスが同じでも、文字盤交換は不可になってるんだ。白文字盤の方が人気があるのよね。そうだぜ。みんなが白に交換したら、今より高額な白デートナが、増えてしまうからじゃないの？逆に白とナの個体数が増えれば価格は下がると思うけどな。希少性の原理からすれば、そうかもしれないわね。それなら、白文字盤の数が足りなくなるからじゃない？それは、あるかもしれないな。でしょ。じゃあ、デートジャストのベゼルやブレスはどうだ？どういうこと？デートジャストで、求めているモデルをピンポイントで、探すのは大変だし、なかなか出会えないよな。組み合わせがたくさん存在するもんね。文字盤は仕方ないと思うけど、ベゼルとブレスは選べてもよくないか？可能なのかしら？正規店の白衣を着たスタッフは何のためにいるんだ？技術的には店舗でも可能そうね。いろいろな組み合わせから探す楽しみもあるけど、選択可能なら、プレネの抑制にはなる気がするぞ。正規店でブレスの在庫を抱えるのが大変じゃない？
今年の途中から、GMT マスター2のオイスターブレスから、ジュビリーブレスへの交換が可能になっただろ。申し込みが殺到したみたいよね。その日に店舗から持って帰れなくても、選べるなら、その方が嬉しいお客さんは多いんじゃないかな。100万円以上の買い物だから希望のものが欲しいわね。人気のフルジュビを希望する人が多ければ、それだけ単価も上がって売り上げが上がるメリットもあるぞ。できないのか、やらないのかには理由があるんでしょ。素人にはわからないデメリットがあるんだろうな。ロレックスなんだから、しっかり考えて決めてると思うわよ。転売対策なんだけど。ほんと、止まらないわね。ギャランティーの取り扱いを変更するのもありだな。どんな？買い取りに出す際にギャランティーの有無によって買い取り価格に大きな差ができるだろ？ギャランティーがないと安くなっちゃうのよね。パテックフィリップでは、実施してる店舗もあるらしいぞ。そうなの？保証期間にあたる2年間は店舗側で保証書を預かり、お客さんへは、2年後に発行して渡す制度に、徐々に変更していってるらしいぞ。転売対策への本気度が伝わってくるわね。詳細はわからないけど、聞いただけでも本気度を感じるよな。さすが運情は強気ね。1年後でも、ギャランティーを受け取りに来てもらって、名義の確認と時計本体の確認をすれば、本人かもわかるし、時計が使用されてたかもわかるぞ。一定の効果はある気がするわね。ギャランティーなしで転売すれば転売益は減るし、ギャランティーが届くのを待つと寝かせる期間が大変だ。転売ヤーには、どちらもデメリットね。ギャランティーを渡す際に新品同様で保管されてるようなら、転売を疑われそうで心理的なブレーキにもなると思うぞ。ロレックスも実施すればよいのにね。販売数の違いがあるから、負担も大きいだろうから、言うほど簡単じゃないだろうけどな。いろいろな課題を解決する必要があるのかもしれないわね。マリサ？寝ちゃったわ。終わりが見えなかったから、助かったわ。酔っ払いのざれ言と聞き流していただけたら幸いです。ご視聴いただき、ありがとうございました。